はい、今日は炊きトマト紹介していきます。炊きレシピのトマトバージョン。トマトの甘さをだし汁で引き立てます。優しい甘みと酸味、グルタミン酸の旨味を楽しんでいきましょう。今日はね、夏バージョンなんで、最後ね、冷やしていきたいと思います。今日は完熟トマト2個。1個 300g のものを使っていきます。200から 300g でね、いいかなと思います。そして、この辺はね、最後のトッピング、とろろ昆布と、みょうが1個になります。とろろ昆布は、このグルタミン酸、のね、同じ旨味成分なので、これ相性いいかなと思います。そしてイノシン酸を鰹節で加えます。旨味の相乗効果です。鰹節は、トマトを炊くね、だし汁に使っていきたいと思います。その他醤油みりん等を使います。概要欄の方にね貼ってありますんで、そちら参考になさってください。それでは夏の炊きトマト早速作っていきます。はい、じゃあトマトを切っていきましょう。いや、切らないんですね。今日は丸ごと使っていきます。なので、この表面の皮剥きたいので、湯むきをね、していこうと思います。隣で、よいしょ。はい、お湯。2リッターから3リッターぐらいかな。湯むき用のね、お湯まずここで準備してください。その間に、ヘタをね、取りましょうか、ヘタを。包丁の先っちょ、切っ先をこう入れてやって、よいしょ。くるくると回すと取れます。なかなか怖くて難しいかな。怖いなって方はパンをね、バター塗るやつとかそんなんでもね全然できますんで、やってみてください。よいしょ。包丁を動かすのではなくトマトの方をこう動かしてやると、結構ね簡単にというかもう安全にできるかな。包丁を動かそうとすると結構ね、大変なので、ぐっともう包丁の、この剣先入れたらトマトをぐるぐると回す、そんな感じでね、やってもらえると上手にできるかなと思います。そして、湯むきするので今ヘタを取った反対側、こちらの方に十字にね切れ込み入れていきましょうか。皮むきやすく、十字に切れ込み入れる時も包丁ではなくトマトを動かしてもらえるとね、上手にできるかな。スーッとねトマトをこう動かしてあげましょう。スーッとよいしょ。十字よいしょ。はい、こんな感じでトマトの下ごしらえ完了になります。お湯が沸くのを待って湯むきやっていきたいと思います。はい、激しく沸騰しだしたのでトマト入れていきます。ジャポンってね入れずになんかこうお玉とかにこう乗せてやって沈めていってください。よいしょよいしょ。はい、湯で、加熱する時間は1分弱、1分いかないぐらいで、全然いいと思います。大事なのはその後に氷水で冷やしますんで、必ず氷を使って冷たいキンキンの氷水、これをね準備しておいてください。はい、もう皮ベロンってしてるんでねもういいかな。よいしょ。はい、氷水で締めます。よいしょ。よし。はい、トマト急激な温度差によって皮がね剥けやすくなります。こっちのトマトはもう皮がもうね自分で剥け始めてますが、よいしょ。簡単にね湯むきが一番手間かかるけど準備とかね、簡単にできるかなと思いますよ。こんな感じで、2個湯むきがね、終わりましたんで、だし汁作っていきましょう。はい、ではだし汁作っていきます。鍋の大きさ、このトマトがねもうギリギリ入るぐらいのちっちゃいやつの方がいいと思います。丸ごとなんで、深さがねこうクッとあるやつの方が、いいかなと思います。すでにお水が 300ml 入っております。ここにまずね、みりんです。いつも大さじとか使うんですが今回ちょっと大量に使うんで、ミリリッターで測らせてもらいます。 50ml です。そして、醤油です。醤油も 50ml です。よいしょ。そして、料理酒ですね。料理酒も50です。
全部ね、糖比率、みりん、醤油、酒、50ずつ入れてやってください。そして、大事なうまみ成分、かつお節 4g 今日はね使っていきます。かつおが強い方が、いいかなと思います。よいしょ。トマトのねうまみ成分を引き立ててくれますんで、かつお節濃い方が絶対にうまい。はい、そしたら、まだトマト入ってない状態でこれね沸騰させてあげてください。料理酒とみりん、これねアルコール含まれてるので、アルコールを飛ばすためにね、一回だし汁だけで沸騰させます。沸騰させるのが目的なので強火で、やってください。はい、激しいね沸騰状態になったら火を弱火に変えてください。ここにトマトね、入れていきます。トマトをどうやって入れようかな。これ重ねてこんな感じだな。よいしょ、いきましょう。お、これはダメだ、あふれて失敗しちゃった。一回火を止めてちょっと一回拭きますねはい、失敗バージョンです。優しく入れてください。よいしょ。はい、火をもう一度弱火つけて、超ギリギリなんでね、これ鍋が、こんなことになってしまいました。お玉とかでさっきの湯むきみたいに入れてもらった方がねいいのかなと思います。はい、そして飛び出た部分がこれね出てきちゃうので、よいしょ。はい、キッチンペーパーで落とし蓋、よいしょ。キッチンペーパーが汁を吸ってこのはみ出た部分にも出汁が回るようにこうねやってください。よいしょ。はい、火はね今弱火ついてます。弱火ついたまま2分程度煮込んでください。煮込むというよりかはトマトの、中心部までちょっと温めるようなね、そんなイメージです。はい、2分経ちましたんで火を止めます。こちら常温になるまでねこのまま置いておいて、粗熱取れた段階で冷蔵庫でね冷やしてください。冷蔵庫に入れ替える際になんかねタッパーみたいな容器にね詰め替えてもらえるといいかなと思います。今熱い状態から冷めていくこの温度変化によってトマトの中にこのだし汁がねどんどん入っていきます。入っていくのであんまり煮込まなくてもね、美味しくなります。温度変化を利用した今日は炊きトマトとなっておりますんでね、冷えたところに、最終的には飛びたいと思います。はい、粗熱が取れたのでジップロックにね移しました。タッパーとかでもいいんですが、ジップロックの方が全体がこう液に浸かってタッパーだとねやっぱ大きさによって飛び出るところが出てくるかなと思うので、ジップロックの方がね、いいかなと思います。はい、じゃあこの後は冷蔵庫でキンキンに冷やしたいのでね、だいたい半日ぐらいかな、置いてもらって、冷えたところをね早速食べていきましょう。はい、半日経ったトマトキンキンに冷えてめちゃめちゃうまそうです。はい、では白いお皿がいいかな。はい、こちらにね盛り付けていきましょう。よいしょ。どっちがいい？でかい方がいいか。よいしょ。はい、手ですいません、失礼します。滑っちゃうと危ないんでね、少しだけね汁を垂らしましょうか。よいしょ。いいね、見栄えがいいね、すごくいいね。よいしょ。よし。よいしょ。はい、ぐぐっとねアップにさせていただきます。今日はこの上にとろろ昆布かけていきます。目安的には3g、5g ぐらいかな。上に乗せてやりますよ。うおー、この色のコントラストがいいね。手しか映ってないか。ごめんなさい。よいしょ。はい、こんな感じです。そして、みょうが、冒頭説明しました薬味に使うと薄いね輪切りのこんな感じにねしてもらえるとねかっこいいかなと思います。なんかみじん切りじゃなくてこの輪切りな感じ、これを使ってください。上にのせます。めちゃめちゃうまそう。はい、今日の炊きトマトこれにて完成になります。
はい、では早速炊きトマトをいただいていきます。こんな感じ、すごくない？めっちゃうまそう。ごちそうですね。もう野菜のごちそう。はい、ということで丸ごと盛り付けたのでナイフとフォークでいきます。よいしょ。火がねしっかりと入ってるんじゃないかな。よいしょ。わ、柔らかいな。これすごくとろけてる。みょうがととろろ昆布少しねのせて、よいしょ。フォークの背に乗るか乗らない、乗せたい。はい、こんな感じで、じゃあいただきます。うまっ。わ、うまっ。もういいですかね。こうすくってナイフは何だったんだ。みょうがととろろ昆布、これはめちゃめちゃ入ってる。うまそう。うまっ。うまいな。トマトめっちゃうまいな。トマトの酸味と甘みがめちゃめちゃ生きてる。めちゃめちゃうまい。で、だしの感じ、醤油の塩味、これもねしっかり効いてます。これ抜群にいいよ。 50ml の糖配分でしたがめちゃくちゃうまい、煮汁これできてます。あ、これスプーンで食べた方が美味しいのかな。スプーンでこの汁と一緒にね、このぐちゅぐちゅにしたトマトをいただいていきましょうか。一回ちょっとスプーン持ってきます。はい、お待たせしました。スプーンです。はい、タレがうまいね。タレもうまいからこう一緒にすくって食べていった方が絶対うまいねこれ。はい、垂れちゃう。はい、じゃあいただきます。お、うまい。トマトにそんなにね熱が入ってないからこうフレッシュな感じもあるんですよね。でも、半分は煮えてるみたいなね、この半生な状態が、それがねこう冷えてるからよりちょっとね、新鮮な食感ですね。新鮮なというのはトマトが新鮮なというわけではなく、今まで食べたことのない新食感のようなね、そんな感じですよ。うまいな。これすごく行儀が悪いんですが、トマトをもうぐちゅぐちゅに、崩しちゃって、そこにそうめんをねつけて、つけだれみたいな感じで食べてもねめちゃめちゃうまいんでね、ぜひとも夏のトマトごちそうですから。でっかいのがね安く売ってます。夏はねもうトマトバンバンになりますから、真っ赤なね完熟のやつ買ってきてもらってやってもらえたら、これはもうハマる美味しさです。もうやってみてください。みょうがが合います。このとろろ昆布も合います。イノシン酸とグルタミン酸の相乗効果になってます。鰹節もね、がっつり入ってますんで、それがめちゃめちゃうまいですね。はい、ということで今日はこの断面じゃなくこっちにしよう。はい、炊きトマトね、夏バージョンということで炊きはしましたが、最後冷やしてね、キンキンに冷やしていただいてみました。めちゃめちゃうまいです。トマトのうまさ、美味しさ、魅力、これを存分にね楽しんでいただければと思います。はい、ということで今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。